はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちら中国のオーディオメーカーですね、ワンモアから発売されているフラッグシップの完全ワイヤレスイヤホンですね、エボというものをですね、レビューしていきたいと思います。このワンモアっていうですね、メーカーのイヤホンって私今まで使ったことなかったんですけども、使ってみたらですね、かなり良くて、機能性もそうですし、音質なんかもですね、とても良かったので、いいイヤホンだなと思ってですね、かなりですね、評価できるイヤホンに仕上がっていて、とてもですね、いいんじゃないかなと思っています。でこのワンモアエボはですね、スペックとか価格帯なんかを見ると、昨年発売されましたこちらのですね、アンカーサウンドコアのフラッグシップモデルですね、リバティ3 Pro。こちらにですね、価格もスペックもかなり似ていてですね、結構意識してるんじゃないのかなと思うんですけども、個人的にはこちらよりもですね、かなりですね、エボの方がいいなと思っています。このワンモアエボはですね、メーカーさんからですね、ご提供いただきましたけども、金銭の事情は一切ありませんし、今回も正直にですね、ガチレビューでやっていきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心に、レビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、ということで、ワンモアエボのスペックや価格からご紹介していきたいと思います。こちらはですね、ノイキャンや外音取り込みには対応していまして、ワイヤレス充電にも対応しています。で、片耳のイヤホンのみでの使用も可能なんですけども、私の環境ですと、片耳で使用した時はステレオ再生のままで、モノラル再生にはちょっとならなかったですね。もしかしたら他の環境で聞くと、モノラルになることもあるのかもしれないですけども、私の場合はちょっとステレオだったので、そこは注意かなと思いました。で、マルチポイント接続なんですけども、まだですね、ベータ1の機能のようで、一応対応はしてるんですけども、正式なですね、機能とはなっていないという状態になっています。Bluetooth のバージョンは 5.2。で、対応コーデックは SBC AAC に加えて、ハイレード音源もですね、正式に対応している LDAC に対応しています。ドライバーは 10mm のダイナミックドライバーが1機と、バランスとアマチュアドライバーが1機のですね、ハイブリッド構成になっています。充電時間なんですけども、イヤホン本体が約1時間、イヤホンケースが約2時間となっています。15分充電で最大4時間再生可能ということで、かなりですね、急速充電が優秀ですので、ついついですね、充電忘れちゃうっていう方にもいいんじゃないかなと思います。で、バッテリー持続時間なんですけども、ノイキャンオン時はイヤホン本体が最大 5.5 時間、イヤホンケース併用で最大20時間となっています。ノイキャンオフ時はイヤホン本体が最大8時間、イヤホンケース併用で最大28時間というバッテリー持続時間になっていまして、ノイキャンオン時がですね、最大 5.5 時間ということで、ちょっとですね、少なめではあるんですけども、普通にですね、通勤とか通学してるぐらいだったら 5.5 時間以上聞いてることってことはないでしょうし、LDAC で聞いていても私の環境ですと1時間でですね、20% ぐらいしかバッテリー減らなかったので、LDAC でノイキャンオンで聞いていても4時間ぐらいは持つ計算になります。カラー展開なんですけども、今回ご紹介するホワイトの他にブラックというですね、2色展開になっています。イヤホン防水規格は IPX4、充電ポートはもちろん USB-C ですね。保証期間は1年間となっています。でその他としましては、専用アプリによるファームウェアのアップデートとか、操作コマンドの設定なんかにも対応しています。脱着センサーも搭載されていますので、音楽の自動再生とか自動一時停止なんかにも対応していますね。あとは Google ファストペアにも対応しています。価格なんですけども、定価が 19,900 円となっていまして、6月10日までは Amazon だと3000円オフのですね、クーポンが使えるということになっているので、16,990 円で購入可能ということになりますね。スペック面としましてはですね、片耳で使用した時にモノラル再生にならなかったっていうことぐらいがちょっと気になりますけども、その他はですね、2万円以上するハイエンドクラスのですね、イヤホンに負けない機能性やスペックをしているかなと思います。はい、それでは外観やデザインについて見ていくんですけども、こんな感じのですね、縦置きのイヤホンケースになっていて、こういう向きでケースはですね、置くことになります。表面にですね、ワンモアとですね、ここ書かれていて、ここはですね、ゴールドになっていて、結構綺麗な色なんじゃないかなと思います。で、質感なんかもですね、全然プラスチックではあると思うんですけども、肌触りが良くて、全然安っぽいプラスチックって感じじゃなくて、フラッグシップ感があるなと思いまして、かなりですね、触っていても気持ちよくてですね、高級感あるなっていうのを感じれるんじゃないかなと思います。前面の方にはですね、インジケーターがこんな感じでついていて、こんな感じで光ります。裏に行きますと USB-C の充電ポートがついてますね。裏は、ここはですね、なんかラバー加工のようになっていて、机の上とかに置いといても滑る感じじゃないので、それはとてもいいかなと思いますし、こちらからワイヤレス充電することができますので、ワイヤレス充電器の上に置けば簡単に充電することが可能ですね。サイズ的にはこんな感じで、手の上に置いてもそんなに大きくなくですね、結構コンパクトなイヤホンケースになっています。イヤホンケース開けてみると、こんな感じにイヤホンが収まっていますね。結構かっこいいんじゃないかなと思います。そしたらですね、イヤホンケースとイヤホン本体のマグネットの強さもチェックしていきたいと思います。まずはケースですね。思いっきり振ってもケースは開く感じはないですね。イヤホン本体は
思いっきり振ってしまうとこんな感じですね。イヤホン飛び出してしまうので、ケースにですね、ちゃんとしまって蓋を閉めておけば、カバンの中でばらけちゃうことはないと思うんですけども、蓋を開けてですね、雑に扱わないようにしていただければと思います。で、ケースの中にですね、こちら、ちょっと見づらいかもしれませんが、リセットボタンがですね、ケースの中についているという形になってますね。イヤホン本体なんですけど、こんな感じになっていまして、ここにですね、薄くワンモアのロゴの1っていうのがですね、こう入っていて、こちらはシンプルで、最近らしくですね、イヤホン本体表面と同系色の色で書かれていて、目立たないっていうのは、個人的にはこういうデザイン好きですね。ここはタッチセンサーの部分なんですけども、ここはですね、セラミックで作られているということで、ここキラキラしてですね、肌触りもツルツルしていて、結構高級感あるんじゃないかなと思います。でこの縁もですね、シルバーになっていて、これも結構ですね、ポイントになっていて、かっこいいんじゃないかなと思います。でイヤホンを横から見るとこんな感じですね。結構厚みがですね、あるような感じに見えますけども、後で装着感のところでお見せしますが、めちゃくちゃ耳からはみ出てるって感じはしないと思うので、これはいいかなと思います。結構シンプルですね。この下に行くと、こんな感じでマイクのところがあって、ここがシルバーになっています。イヤホン本体の裏に行きますと、こんな感じで、充電の接点と LR の表記、そしてこちらですね、脱着センサーがありますので、先ほどもご紹介しましたが、これによってですね、自動の音楽の再生とか自動一時停止なんかも行うことができます。イヤーピース外してみるとこんな感じですね。楕円形のですね、ノズルになってますので、これですね、フィット感なんかもですね、結構いいですね。で楕円形になってますので、サードパーティー製のイヤーピースだとちょっとつけづらいかなとは思いますけども、イヤーピースもですね、結構かなり弾力があってですね、耳が痒くなるとかいうことも全然なくて、品質がかなり良さそうなイヤーピースになっていましたので、私はこれで十分かなとは思っています。このですね、楕円形の形っていうのも、他のに比べるとさらにですね、細長いというか、縦長になっていて、他のイヤホンですと楕円形といってももうちょっとですね、丸に近いような形になっていると思うんですけども、エボはですね、かなり細長いノズルの形状になっているっていうのは特徴的だなと思います。はい、そうしましたら、重量も測定していくんですけども、まずはイヤホンケースにイヤホンを入れた状態の重量となります。60.2g となりましたね。こちらは若干重ためではあるものの 50g 台にですね、近いので、標準的かなと思いますね。手に持ってもそんなに重たいって感じはしないかなと思います。そしたらイヤホン本体の重量となります。両耳で 11.7g ということで、片耳あたり 5.8g から 5.9g ぐらいということで、こちらはですね、一般的なイヤホンとですね、同じぐらいの重さとなってますね。はい、そうしましたら、サイズもですね、測定していきたいと思います。イヤホンケースの高さは 38.5mm となります。イヤホンケースの横は 66.5mm となりましたね。イヤホンケースの厚みは 28.5mm となっていますので、十分ですね、ポケットの中にでも入れれるサイズかなと思います。イヤホン本体のサイズも測定していきますが、まずこの縦ですね、なるべく分厚いところを測っていきます。こんな感じで測ると 20.3mm となりました。イヤホン本体の横は 16.2mm となっています。本体の厚みですね。厚みはこんな感じで 18.5mm となっています。ちょっと分厚めですね。そしてノズルの長さも一応測っていきますが、こんな感じで測ると 9.1mm となります。かなりですね、ノズル自体は短いので、めちゃくちゃ耳の奥まで行くっていう感じではないですけども、ピタッとですね、密着するので、装着感もとてもいいイヤホンになってますね。はい、そうしましたら付属品もですね、見ていくんですけども、付属品はこんな感じになっていまして、まずですね、こちら、ユーザーガイドが入ってまして、めちゃくちゃですね、分厚いんですけども、多国籍言語で書かれていまして、日本語も書かれていますね。日本語もですね、こんな感じで書かれていまして、ページ数すると8ページ分がですね、日本語で書かれています。簡単なですね、イヤホンの装着方法とか、ペアリングの方法、それから充電方法なんかが書かれていますね。こちらが、シートが1個と、クマがヘッドホンしているステッカーが付属しています。USB-A to USB-C のケーブルが入っています。そしてイヤーピースですね。シリコンタイプのイヤーピースがですね、5種類入っていて、1つはもともと本体にくっついているという形で、XS、SML、XL がですね、入っています。先ほどもですね、ちょっとご紹介しましたけども、ワンモアエボっていうのはかなりですね、縦長のですね、ノズルの形状をしているので、サードパーティー製のイヤーピースってなかなかつけづらいかなと思うんですけども、このイヤーピースがかなりですね、弾力があって、触り心地もいいですし、個人的にはですね、装着感結構いいなと思っているイヤーピースになっています。付属品はこんな感じの一般的なものが付属してますね。はい、続きまして装着感についてですね、見ていくんですけども、
装着感ですね、かなり良かったんですよね。耳の奥の方までギュッてですね、入り込む感じはないんですけども、耳にですね、結構吸い付くような感じで、しっかりとですね、フィットしてくれて、頭を振ったりなんかしてもあんまりずれる感じもないですし、十分運動にも耐えられるなという装着感をしていました。装着したところを写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、全然ですね、耳の変なところで当たる感じじゃないですし、この上の方とかも余裕があって、コンパクトですし、装着感もいいという感じになっています。で、この表面がですね、セラミックでキラキラしていて、こんな感じで光ったりですね、しますし、アクセントになったりしてですね、これはいいんじゃないかなと思いますね。で、前から見るとこんな感じに見えます。厚みがですね、そこそこあるので、全部がですね、耳の中に収まるって感じではないですけども、めちゃくちゃ外にですね、はみ出していてなんかおかしいっていう感じでもないですし、形状がですね、そんな奇抜な感じではないというか、シンプルな感じなので、そんなに違和感もないかなと思います。鏡なんかで見てもですね、そんなに変な感じはしないですし、耳からですね、めちゃくちゃ大きいものがですね、出っ張りすぎていて見た目おかしいっていうこともないかなと思いますね。使っていて耳にですね、こうイヤホンをですね、持ってこう、グリグリして位置調節しなきゃいけないっていうこともなかったですし、運動の中にも耐えられる装着感で、装着感は十分かなと思っています。続きましてアプリでのカスタマイズ性について見ていこうと思うんですけども、アプリはですね、こちらの One More Music というですね、アプリでカスタマイズすることができます。立ち上げるとこんな感じの画面になりますね。できることをですね、一通り見ていくんですけども、ここにありますように LR のですね、イヤホンの本体とイヤホンケースのバッテリー残量がわかります。そしてリスニングモードですね。パススルーというですね、外音取り込みですね。こちらを設定することができたり、ノイズリダクションというノイキャンですね。こちらのモードを切り替えることができます。ノイキャンに関しては、ディープ、マイルド、風切り音低減、それからスマートのですね、4つのですね、モードを選ぶことができまして、ちょっとマイルドとスマートは違いがですね、いまいちよくわからないかなというのが正直あるんですけども、ディープだとノイキャン強いですし、風切り音低減にするとしっかりとですね、風切り音を防止してくれるので、これもですね、しっかり効くなという感じがしました。外音取り込みはこんな感じで、環境パスというのとボーカルエンハンスという全部を取り込むのと人間のですね声を重点的に取り込むのと2種類の外音取り込みが搭載されています。そしてスマート再生という機能があって、こちらは脱着センサーを用いて音楽の自動再生や自動一時停止をするかしないかというモードを選ぶことができます。で、お客様の設定となっていて、こちらはですねタッチ操作のコマンドを変更することができます。このダブルタップトリプルタップと長押ししかこのイヤホンでは操作することができないので、シングルタップなんかの操作項目の設定はないですね。で、ダブルタップでですね、こう選択すると、左のダブルタップだけを変更するってことはできなくて、ダブルタップにすると、こうですね、前のトラックにすると右もですね、次のトラックに変わってしまうということで、全ての操作はですね、イヤホン本体で行うことができないっていうのは、ちょっとですね、残念なポイントではあるかなと思います。この状態ですね、ダブルタップの時は再生一時停止、トリプルタップの時は前のトラック、次のトラックの設定にしておくと、長押しでですね、ノイキャン外音取り込みの切り替えはできるんですけども、音量の上げ下げっていうのはイヤホン操作でできないという感じになりますね。そしてサウンド ID という機能があって、これちょっと面白いんですけども、聴力テストみたいなことをしてですね、音楽を聴きながら、どのですね、A と B のどっちの音源が好きですかっていうのを、アンケートみたいな感じで何個も答えていくと、そのですね、結果によって皆さんのですね、耳に合わせたプリセットをですね、用意してくれるという機能になっています。結構このですね、サウンド ID っていうのは、他もですね、同じような機能あったりすると思うんですけども、かなり優秀だなっていうのを感じていまして、これ一回やってみるととても面白いんじゃないかなと思います。ただこの My Sound ID っていうのはですね、1個ですね、作ることができるんですけども、複数個作ることがですね、できなかったりとか、一般的にですね、自分で点を上げたりとか、高音を上げたいっていうですね、細かく調整するイコライザーの機能は、この EVO にはですね、ついていなくて、このですね、サウンド ID っていうものだけアンケート的に答えていって、自動で作ってくれるプリセットのみしか音の変更っていうのはできないので、そこはですね、好き嫌いがあるかなと思いましたけども、そういう部分では、アンカーのですね、Liberty 3 Pro のがいいかなと思いましたけども、これはですね、かなり面白い機能だなと思ったので、個人的にはとても良かったかなと思います。そして Bluetooth の接続設定ですね、音質優先か接続優先かを選ぶことができて、音質優先にしておくと LDAC でですね、聞くことができるということになっていて、接続安定性だと AAC になるって感じですね。ハードウェアのアップデートもできますし、クイックワイドですね。こんな感じのを見ることができます。それから落ち着くサウンドと書かれていますけども、こんな感じで雨の時の音だったりとか、こんな感じで焚き火の音だったりみたいな環境音みたいなのをいろいろ選べて、落ち着いて作業に没頭することができるような機能も搭載されています。それからですね、結構特徴的な機能としましては、こちらにスマートバーンインっていうのがあるんですけども、これ何かというとエイジングですねの機能がついていたりします。エイジングってですね、賛否両論あって効くとか効かないとかいろいろあると思うんですけども、公式にですね
こういうエイジングの機能が搭載されているので、エイジングして音が変わると実感できる方はですね、これでやっていただくっていうのもいいんじゃないかなと思います。ただこれですね、第1フェーズから第4フェーズまであって、それぞれですね、12時間ずつぐらいかかるみたいで、48時間とかですね、かかっちゃうみたいなんで、ちょっとですね、気力を持つ方はやっていただければいいんじゃないかなと思いますね。それから、実験的機能とあって、こちらでですね、マルチポイントのオンオフをすることができます。最初にですね、ベータ1だって言ったのはこれのことなんですけども、実験的機能というですね、項目に入っているという感じですね。こちらですね、2台接続機能というのをオンにすると、マルチポイントが使えますし、オフにすれば使えなくなるというものがこちらにですね、入っています。で、ペアリング中のポップアップウィンドウというのもあって、電池レベルをすぐにですね、確認できるみたいな機能もあったりします。こんな感じでですね、結構いろんなことができたりとか、特殊機能としてですね、このサウンド ID という、自分に合ったですね、プリセットをアンケート形式で何回も答えていくことによって、プリセットを作ってくれたりとかですね、あと、エイジング機能が搭載されていたりというですね、独自の機能なんかもあったりして、結構ですね、様々な機能が搭載されているアプリになっています。はい。続きまして、肝心の音質についてご紹介していくんですけども、音質はですね、やっぱりダイナミックドライバーとバランスアマチュアドライバーが搭載されているハイブリッド式ということで、解像感がかなり高い音質に仕上がっています。傾向としましては、いわゆるですね、ドンシャリと言われるような音になっていて、結構迫力があってですね、いろんな方に好まれる音質になってるんじゃないかなと思いますね。アンカーサウンドコアのですね、リバディ3 Pro の時は高音域が刺さるなっていう話をですね、したかなと思うんですけども、このワンモアエボは最初からですね、エイジングする前でもそんなにですね、高音が刺さるという感じではなかったので、そこがですね、とてもいいかなと思います。で、音のバランス的にも、アンカーはですね、より低音域に寄っていてですね、低音が強いっていう感じがあるんですけども、ここではですね、ドンシャリといっても多少マイルドな感じで、割とですね、バランスが整っていてですね、気持ちがいい音になってるかなと思って、私はですね、こっちの方が好きだなと思いましたね。しっかりですね、中高音域もはっきりとですね、聞こえますし、とてもですね、気持ちが良かったです。ただ、先ほどですね、アプリのところでご紹介した通り、ミクロデータでですね、自分の好きなように音質をいじるってことはできなくて、サウンド ID というですね、先ほど言ったアンケート形式でいろいろ答えていって、自動でですね、プリセットを作ってくれるという機能しかないので、そういう部分で自由度っていう部分はちょっと少ないんですけども、デフォルトの音とかですね、サウンド ID で作った音なんかを聞いてみても私はですね、リバティ3 Pro よりこっちの方が好きだなっていう感じはしました。ただですね、その高音域がですね、シャリッとしてるんですけども、そのシャリシャリ感っていうのは結構あるかなとは思っていますね。それがですね、めちゃくちゃ目立つっていう感じじゃないんですけども、聞いていてですね、ところどころ、これシャリシャリしてるなっていうのが、他のイヤホンを聞き比べてみると結構目立つなっていう感じがしていて、そこはですね、ちょっと気になったかなって感じはしますけども、おおむねですね、綺麗な音をしますし、十分ですね、いろんな音楽が楽しめる音質に仕上がってるなと感じています。個人的には、アンカーサウンドコアの音質よりも、しっかりとですね、まとまっていて、気持ちがよくですね、音楽を聴けるなと感じていますね。続きましてノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、まずノイキャンはですね、かなり強くてですね、これびっくりしましたね。相当強力で、外を歩いている時、商店街の雑踏の音だったりとか、カフェなんかでですね、過ごしている時なんかの周りの騒音なんていうのは全然聞こえないですし、電車なんかに乗っていてもですね、走行音のシャーっていう甲高い音が聞こえたりとか、アナウンスなんかでもたまにですね、ちょこっと聞こえるかなっていうぐらいで、かなりですね、ノイキャン強くて、これびっくりしましたね。ノイキャンの強さだけで言ったら、もう俳優のクラスにもですね、匹敵するぐらいのノイキャン性能をしているなと思いました。この間ですね、バスに乗ってですね、通勤していたんですけども、その中でですね、気になった音といえば、私のですね、後ろの席に赤ちゃんが座っていたんですけども、その赤ちゃんがぐずってるようなですね、甲高い音、それぐらいしか気にならなくて、他の音っていうのはですね、全然気にならないぐらい音楽に没入できるですね、強力なノイキャンになっていましたので、これはですね、びっくりしましたね。1万円台のイヤホンでここまで強いノイキャンがついてるのってなかなかないなと思っていて、これはですね、ノイキャンかなり優秀だなと思いました。これぐらいですね、ノイキャンが強いと結構ですね、ノイキャンオンに入れた時に耳がですね、キュッと締め付けられるような、トンネルの中に入ったようなですね、ああいう感じっていうのはちょっとあるかなと思うんですけども、それもですね、ノイキャンオンにした瞬間にそうなるなって思うんですが、ちょっとですね、時間が経てばですね、それも気にならなくなるぐらいですので、そこまでですね、気にはならないんですけども、そういうですね、耳がキュッてなるような感じが嫌いな方っていうのは、苦手な方っていうのもいるかもしれないですね。それから外音取り込みなんですけども、外音取り込みもですね、十分外の音をしっかりと取り込んでくれて、会話なんかもですね、できるかなとは思うんですけども、音楽を聴きながらですね、会話するってなると若干ですね、心もとないなっていう外音取り込みになっていました。外音取り込みするんだったら、外音取り込みにした上で音楽をですね、一時停止するといいかなと思うんですけども、ちょっとですね、コンビニやスーパーなんかで店員さんと会話するときなんかは、音楽を聴きながらでも、大体大丈夫だけど、ちょっとですね、話し声が小さい方なんかだと聞き取れないことがあるかなという外音取り込みになってましたね。そうしましたらレビュー
の最後にですね、通話品質なんですけども、こちらはですね、いつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらは OneMore Evo とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側の音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うとこのような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。通話品質はですね、まあいいんですけども、なんかめちゃくちゃですね、音が大きく拾われるなっていう感じがしていて、いつもとですね、同じぐらいの音量で喋ってるんですけども、相手に届く声がめちゃくちゃ大きくなっちゃったなっていう感じがしましたね。オンライン会議だと、ついついですね、声が大きくなっちゃうと思うんですけども、そういうのは意識せずに、普段ですね、対面で話してるようなぐらいで、普通の声でですね、話すとちょうどいいのかなと思いました。あと、結構遠くの音までですね、結構拾っちゃうなって感じがしていて、私の音だけじゃなくて、ちょっとですね、遠くの方で物音がしてる音なんかも拾っちゃうなということで、マイクの性能がいいと言えばいいんですけども、そういう部分で余計な音が入っちゃうなという感じがするので、通話するときなんかは、周りがですね、ざわざわしていないところ、静かなところで通話するのがいいかなと思いました。そういう環境で選んでですね、通話することができれば、しっかりですね、通話できるかなという通話品質になってますね。はい、ということで、ここまでですね、レビューしてきたんですけども、ここからは気になった部分についてもご紹介していきたいと思います。まず一つ目の気になった部分は、スペックのところでもご紹介した通り、片耳再生にした時に、私の環境ではモノラル再生にはならなかったですね。他のイヤホンでも環境によってですね、モノラルになったりならなかったりするということもありましたので、もしかしたら違う環境で行くとモノラルになるのかもしれないですけども、私の環境ですね、この EVO と Xiaomi の Mi 11 Lite 5G ですね。で、繋いだ時はモノラル再生にならなかったので、モノラル再生が絶対必須だっていう方だと、ちょっとですね、いろいろ調べていただいて、お手持ちのですね、スマホと繋いだ時にですね、モノラル再生になるかっていうのを見ていただけるといいんじゃないかなと思いました。気になる部分の2つ目なんですけども、アプリのところでご紹介した通り、このOneMore Evoのですね、イコライザー設定というのはサウンド ID と呼ばれる、この音とこの音どっちがいいかっていうのをですね、AB にどんどん選んでいくと、自動でですね、その人に合ったプリセットを作ってくれるというものはあるんですけども、自分で低音域を上げる、高音域を上げるみたいな感じですね。他のイヤホンみたいに調節する機能っていうのはついていないので、そこはですね、気になる方はもしかしたらいらっしゃるかなと思いましたね。個人的にはこれですね、デフォルトでもかなりまとまった音に聞こえますし、サウンド ID で作った音っていうのもバランスはですね、全然崩れずにですね、私の場合ですと結構ダイナミックなですね、音にですね、作り変えてくれたので、とてもいいかなと思ったんですけども、細かく自分で調整したいという方にとってはちょっとですね、気になるポイントだなと感じています。3つ目がですね、気になったポイントなんですけども、EVO はですね、一回スマホからですね、接続してもう一回電源を入れ直すと、ノイキャンも外音取り込みオフの状態から始まるということがありまして、いつもですね、ノイキャンで使っている方っていうのは、一回ですね、イヤホンの左をですね、長押しして、ノイキャンにですね、自分で入れてから使うということが必要になっています。電源切る前のモードを覚えておいてくれて、そこからですね、始まってくれればいいんですけども、毎回自分でですね、ノイキャン入れなきゃいけないということで、若干手間かなと感じていますね。ノイキャンに入れるのもですね、ちょっとですね、長押しすればいいだけなので、そんなにめちゃくちゃですね、手間ではないんですけども、毎回それをやるっていうのはちょっと気になるポイントかなと感じています。で、最後のですね、気になった点ですね、4つ目なんですけども、OneMore Evoはですね、特徴的な機能として、スマートバーンインというですね、エイジングする機能がついているんですけども、そのエイジング中ですね、ずっと長い時間、エイジングしてなきゃいけないというのもあって、寝てる時とか、例えば仕事中とかにですね、エイジングしたまま放っておくということをですね、したいなと思うんですけども、私の場合ですと、エイジング中に何かの表示にアプリが落ちちゃってエイジングが止まっていたりとか、あとエイジングもですね、2時間連続でやると20分休憩しなさいっていう表示があって強制的に止まっちゃったりするので、結構長い時間ですね、アプリ公式でやるとエイジングですね、しなきゃいけないのに結構めんどくさいなっていうのがありましたね。なかなかですね、公式でエイジング機能がついているもの見かけないので、面白いなとは思って、ちょっと放置したままですね、やっていこうかなと思ったんですけど、それがですね、ずーっと継続できないというのが若干気になった部分ではありましたね。はい。ということでですね、今回、OneMoreから出たフラッグシップのですね、完全ワイヤレスイヤホンですね、EVO をご紹介してきました。ギリギリですけども、1万円台で購入できる完全ワイヤレスイヤホンで、これぐらいのですね、機能とかスペックがあればとてもですね、いいんじゃないかなと思いました。特にですね、外観とかもやっぱり結構ですね、フラッグシップだけあってしっかりしていて、高級感という意味では、最初出したこちらのですね、サウンドコアのリバティ3 Pro よりもですね、高級感なんかもあって、デザインとかですね、この触り心地なんかもかなり好きだなと感
感じていますし、音質でもですね、私個人的にはこっちのですね、ワンモアのはとても気持ちが良くてですね、快適に聴けたなと思っています。アンカーのはですね、イコライザーの部分とかプリセットが多かったりとかですね、そういう部分で優位性はあるんですけども、ノイキャンが強かったりとかですね、その音質の部分、そして装着感なんかもこっちの方がですね、耳にピタッと密着してですね、つけ心地も良かったりするので、私はリバティ3 Pro とどっちかを選ぶんであれば、こちらをですね、お勧めしたいなと思っております。6月のですね、10日までは、こちらですね、3000円オフのですね、クーポンが Amazon でついてますんで、16,990 円で購入できるということで、かなりお得かなと思っていますので、気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。なるべく安くでノイキャンが強いのが欲しいという方はですね、こちらとてもおすすめだと思いますので、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひですね、チェックしてみてください。今回ですね、これ使ってみて、ワンモアのイヤホンって私今までですね、使ったことなかったんですけども、こんなにですね、しっかりしたですね、製品作りされてるんだなっていうので、次回のですね、イヤホンなんかにも期待したいなと思います。はい。ということでですね、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしてますので、気になる方はぜひですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それから私はブログもやっていまして、ブログでも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしてますので、時間がある時にチェックしていただけるととっても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。